こと知ってる気がしているよ。まるで僕たちは子供のように答え合わせをしてた。じゃあ池田さん、今日よろしくお願いします。お願いします。タペンススタジオで2019年の時にもいろいろEQD セッションっていうビデオで使わせていただきましたけど、これスタジオはいつ始められたんですか2001年。2001年。じゃあもう21年目ですか、今回。そうですね。でなんか以前話聞きましたけど、昔はワインのトレーダーだということで。そうなんですよ。はい。実は今でもやっている。今でもやってるんですか。はいはい。現役でやってます。そうですか。はい。それの中でなぜスタジオを始めようと思ってたんですかね。もともとは、はい、兄がミュージシャンです。お兄さんが、はい。はい。で、スマッシングパンプキンズのオープニングアクトなんかやったりとかして。日本で。はい。おお、素晴らしい。はい。なんで、彼のスタジオだったんですけど、はい。出来上がる頃には、もうやめちゃったんですよ。で、もうどうしようかってなった時に、はい、じゃあ僕が、なるほど。やろうかっていうことになって、始めた。はい。はい。じゃあすいませんけど、中の方もちょっと見てみたいんで、はい、よろしくお願いします。です。こんな感じで。そうですね。素晴らしいですけど、でもやっぱりでも入って一番すぐ気づくのが、左を見るとめっちゃ本がいっぱいあるんですが、これはなぜなんでしょうかね。これは私の母が作家をしておりまして、はい。はい。じゃあこの本自体は池田さんのお母様のコレクションというか。そうですね。はい。そうなんですか。はい、で今でもご健在で本を書かれたりということで、なんかもしあれば一個見せていただきたいんですが、ちょうどここに。はい。こんな感じで。ね。でこれは今書いてありますけど、訳っていうんで翻訳をこれされてるということで、そうです。はい。で、じゃあこれでも何語で書かれた本なんですか、もともとは。もともとはドイツ語ですね。ドイツ語。はい。じゃあドイツ語を喋ることができる。そうです。あれですか、池田さんのお母様は昔ドイツに住んでたとか。住んでましたね。じゃあ結構長く住んでらっしゃったんですか。でも留学だったんで。そうですか。でその後こっち帰って。そうです。ちなみにお母様が書かれた本っていうのはありますか、ここには。これだ。これだ。これ。はい、それもそうですね。そうですね。なんかさっきちらっと知り合いに聞いたら、これは結構なんか有名になった本だと聞かれたんですけど。有名になりましたね。じゃあお母様自体はこちらにお住まれて物書きも仕事してると、そういうことで。わかりました。ありがとうございます。でミュージシャンが入ってここでくつろいだりなんだりでしてるんですけど、ちなみにあれですか、なんかこう当たり前ですけど、うちらなんかもエフェクター会社で有名無名の方ね、なんかそういう隔てなく仕事しますけど、やっぱそれなりに名の知れたミュージシャンの方が来たりとかっていうのもあるんですかね。もういらっしゃいますね。はい。つい先週3日ぐらい前にローリー・テラミスさんローリーさんがレコーディング。そうですね。映像も含めての取り。正直なんか僕も日本の結構大きいスタジオとか行ったことあるんですけど、なんかこうバイブス的になんか若い人が好きそうだなってちょっと思ってたんですけど、そんな感じなんですか。ちなみにこのスタジオの建設っていうのは、このアーキテクチャの方がなんかこう専門でやってもらったりとかしたんですか。そうです。はい。象設計集団という。象設計集団。エレファントの象ですね。エレファントの象。はい。設計集団という方たちにお願いします。いやなんかいわゆるそのスタジオの堅苦しい感じもなくて、すごいね、心地よいというか、こう普通にラウンジ感もあっていいなと思って、だから初めて使わせてもらった時、多分中尾健太郎さんがうち EQ セッションってシリーズがあるんだけど、いいスタジオないかっていうので、いやここいいんじゃないかって言って、それが始まるんですね。健太郎さん紹介してもらってよかったなと思って、それで今回また戻って使わせてもらったんですけど、じゃあちょっとまた下行きますかね。はい。ここも僕大好きな部屋の一つなんですけども、この部屋の、建物自体はさっき言ったアーキテクチャの方たちがやったって言うんですけど、このスタジオのデザインっていうのはどんな感じで行われたんですか。これはもうお金がなかったので、もう DIY で。これ全部。はい。そうなんですか。大変な思いをして。こういうディフューザーいや見た目的になんかプロの人に頼んだような仕上がりの相談をして。はい。素晴らしいですね。
だんだん20年の間にいろいろ変わってはいるんです。あ、ちょっとずつ、はい、そうですか。なるほど。パッと見たらなんか昔のヴィンテージの、はい、この API とか、はね、幽霊のありますけど、こういうプリアンプとかのチョイスっていうのは池田さんもまあそれなりにご存知でとか。そうですね。はい。ただやっぱり仲間に相談をして、はい、定番のものですよね。まあそうですよね。まあこれはぐらいあった方がいいよっていうのは。っていうものですよね。でももう本当ここ来ればいい音で撮れるなっていうのは分かるんですけどじゃあ例えばじゃあモニタースピーカーなんかもまあそのエンジニアさんのそうですね。おすすめでやってると。なるほど。じゃあもうこのディフューザーも DIY ですか。DIY です。素晴らしいですね。でもまあやっぱそれで時間かかったと。かかります。でもこの中はね音いいんですよね。いやミキシングしてる時は実際撮ってる時の音なんかも普通にコンフォータブルに心地よく聴ける感じで。でもあれですか、スタジオのそのクライアントさん的にバンドっていうよりはなんかこう後取りのギターだけとかボーカルだけとかそういう仕事っていうかそういうも入ってきます？ありますあります。はい。そういうの、はい、まあいろんなバンドとクライアントの要望に応じて仕事が変わるみたいな感じなんですか。わかりました。じゃあちょっと次はトラッキングルームの方にちょっと見てみたいんで行ってみましょう。今日はまあ今日うちら EQD のメンバーが来てる理由がまあエンビーっていうバンドの撮影で、はい、まあそれでまあこんなマイクなんかもいっぱい入ってますけど、まあこの間から、はい、EQD のペダルを置いてもらいまして、うちのスタジオプログラムの一環ということで、どうですか反応の方は。いやもう大好評です。ありがとうございます。なんかちょうどいいんですよね、こういうスタジオでじっくり座って、はい、まあスタジオのねスケジュールにもよるんですけど、そのレコーディングしてるアーティストの、そうですね、じっくりねペダル一個ずつなんか組み合わせで使えたりとかで音を知ってもらえるチャンスだし、ちなみにこれなんかがうちのペダルと一緒に使える親出さんの DC ケーブルで、まああと親出といえばの重要な、はい、これね、まあここがマイクロッカーですけども、はい、マイクはあれですか、基本的にまあヴィンテージとかじゃなくて新品のものが多いみたいな感じなんですかね。いやもうヴィンテージもあります。それなりにまあノイマンだのなんだの。そうですね。そうですか。例えばじゃあ池田さんがお気に入りのマイクなんのあります？まあ高い。これがさっき値上げ前に買った。はい。まあ今日本輸入品高くなってますけど、その前に買ったと、これ149か。149ですね。47。値段上がっちゃいましたけどね。ねえ、なんか俺のスタジオもこういうの欲しいなっていう。でこれね定番。これは67です。67ですね。はい。これも最近買ったんですか？これはもう昔から。はい。はい。よかったな。そうですよね。これがいいですね。これはロイヤーか。ロイヤーですね。でここでこれもあるんですね、いろいろ。もういいですね。で今日その先ほども言ったバンドエンビーのレコーディングで使うものがなんかガガッとありますけど、クジラがアリーの、そうですね、こんな感じでありますね。であれですか、ここの設計っていうか、さっきも言ったけどここ打ちっぱなしって言ったけど、設計っていうかこういうのもつけたのも全部池田さんがその知り合いのアドバイスを受けてやった感じなんですか？そうです。これはでも自分で考えてやりましたね。そうなんですか。このパッドっていうかそこもそうなんですけど、ちなみにお兄さんが始めたとおっしゃってましたけど、ここの部分上吹き抜けじゃないですか。やっぱそこら辺はドラムなんかのアンビエントを考えてなんですか？はい。なるほど。じゃあそこまで考えてやってたと。でちょっとあっちの方に行くと、アンプブースでこんな感じで、そうですね。狭いです。いえ、ここでアンペグの SBT だけこれ。そうですね。ここでボーカルの取りとかもやられたり。なるほどね。でも僕一番やっぱ本当うちの EQD のメンバーもそうなんですけど、ここですよね。こう見ると撮ってて気持ちいいですよね、多分ね。僕自体はねここで録音とかしたことないですけど、これはいいですよ、アーティストとして。やっぱそのさっきの上でも言ったけど、その
なんつうんだろう、あんまりこう硬い冷たい感じのスタジオじゃないっていうのが結構重要だと思うんですよね。そのスタジオの雰囲気によってアーティストのパフォーマンスも変わるわけで。でなんかこうちょっとあっち行くとまあセットアップはされてないんですけど、これも僕が好きなタペンスが好きな理由の一つでありまして、はい。ボンゾが。ね。ボンゾ魂ですね、やっぱそう。これはヴィンテージなんですか、ちなみに。これヴィンテージですね。はい。ね。この、いわゆる普通の木のドラムがないっていうのが僕すごい初めて、この人楽器好きだなって、俺初めて来た時、ビスタライトだっていうのが。で、これうちのビデオでも何個か使わせてもらって音いいんですよね。パンチが出てて。で、まあ普通にギターアンプもなんかそこらになったりしますけど、そうですね。いいですよ。で、これあれですか、スタジオは基本的に、誰でもブッキングできるみたいな感じで。もちろんです。そうですか。はい。で、スタジオ7日間、1週間で空いてる感じですか。空いてれば誰でもブッキングできてっていう。はい。そうですね。なんか、うちの方でも親出さんなんかもそうなんですけど、いろいろ協力してやらせてもらってますんで、すいませんが、これからもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。